話していただいた内容に心打たれまして、僕はさすがに同じことできないなと、正直思いまして、無料で子供たちの手術とか医療を見てあげるってことで行ったわけですよ。貯金を全部持って、単身行って、こんにちは、もんじです。このチャンネルでは、今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立つ内容をお話ししています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。お願いいたします。お願いします。今日はですね、今日もちょっとアップルさんのちょっとことについてお話をお伺いしたいんですけども、なんかちょっとちらほら聞いた話によると、アップルさんでは寄付をしていると。そうですね。そこちょっと僕すごい興味あるんで、よければ内容をお聞きしてもいいですか？アップルではですね、引っ越し1件につき100円を寄付してまして、1件につき100円。そうですね。恵まれない子供への無償医療活動の支援ということで、ジャパンハートさんっていう AC とかの広告で映るんですけど、その支援してますと。始めたきっかけはですね、ジャパンハートの創設者である吉岡さんのちょっと講演というか、有志の勉強会をやった時に喋っていただいて、僕全く知らなかったんですけど、一言で言うと、話していただいた内容に心打たれまして、本当に吉岡さんのね、現在までの軌跡や思い、そういったものに感銘を受けて寄付しようということになりました。で、正直ですね、それまでは社会貢献活動みたいなことは当然したいなと思っていたんですけれども、子供も好きですし、でもやっぱり単純に例えばじゃあ、なんかよくあるような赤十字とかユニセフとかに寄付しようと。そういう気にやっぱなれなかったんですよね。というのはやっぱ自分から遠すぎる。お金だけポンと渡して、何やってるのかあんまよくわかんないと。要は遠すぎるんですよね。だったらやっぱり自分が、間近で、ちゃんと自分が寄付したお金が目の前でというか、わかるようにやっぱ使われている。で、自分が少し関われる。もっと言うならば、将来的に自分でそういうのをやってもいいかなと思ってたんですけど、でもなんか吉岡さんの話を聞いたら、僕はさすがに同じことできないなと。正直思いまして、これは持ちは持ち屋だと。我々は現実問題今営利企業であって、強いて言うならお金を稼ぐことをして、社会貢献する納税も含めてですね、雇用とかですね。であればそっちを頑張って、逆に言うとそういう、ボランティアというか、恵まれない子供への無償医療活動をしてるプロに託した方がいいんじゃないかなと。いや、もうこれはうようよしてるよりも自分でやりたいと思ってもいつできるか正直計画もないし、そんな格好つけてないで何らかの縁なんで、寄付するとこからやっぱ自分たち始めていいんじゃないかなと思って始めました。始めるときにやっぱいろいろ考えまして、単純にお金をボンと寄付するのもいいんですけど、なんか継続性とか、じゃあいくら寄付するのみたいな考えもなんかパッと来ないなと思って、例えばじゃあね、今回じゃあ100万円って寄付したからずっと100万円なのかっていう話とか、じゃあ100万円、200万円、300万円って増やしていったらきりないし、どうしようかなと思った時に、ひらめいたのが、越し1件100円にしようと。理由としては、僕はもう本当にそのジャパンアーツさん素晴らしいなと思ったので、これはやっぱ一人でも多くの人に知ってもらいたいなと思ったんですよね。なるほど。だから、シンプルにうちだったらお客様にも知ってもらいたいなと。広い世界に目を向ければ、日本では考えられないぐらい恵まれていない子供たちがいて、日本でも生まれ育っている時点で世界を見渡したら、その時点でもう恵まれていると。そういうものをやっぱ再認識してもらうきっかけにしてほしいし、だったらこの恵まれている環境にいる自分たちがもっと頑張ろうかなと。うようよしてる場合じゃないよねと。前向きに考えて生きようと思ってほしいなと。そして自分が払ったお金、要は自分が引っ越したから100円寄付するわけじゃないですか。だからお客様がってなるわけですよね。一人一人が寄付してるっていう定義できるんで、お客様一人一人も自分が誰かのために役に立っているってことを感じてもらえたら最高だなと。人間って誰しもがやっぱ自分を見てもらいたいとか、自分が認められたいっていう感情を少なからず持ってると思うんですよね。だから
誰かのために何かすることで人の役に立って、ちょっと思って、少しでも自分のね、価値があったなと感じて、誰かのために何かしようかなっていう気持ち思ってもらえたら、これ以上のことは本当ないなと思っていて、そのために一人一人のお客様のお金が、この寄付で行ってますよっていう、お客様のお金が恵まれていない子供たちのために役立ってますよっていう事実を作りたいなと思ったんですね。なるほどですね。これが1点目ですよね。はい、2点目は、会社が拡大する意義にさせてもらおうと思ったんですよ。1件100円なんで、僕らが成長して、引っ越し件数増えたら寄付額増えるじゃないですか。僕らが衰退したら寄付額減るんですよ。だから、会社はもちろんその大きくするっていう意味はね、ありますけど、加えて寄付額増やしたいと思ったら、1件でも多く引っ越しやろうぜと。自分たちの拡大と寄付額がリンクするようにしたんですよね。なるほど。だから僕らが、その拡大する意義はここにもあると。こういうふうにやっぱりちゃんと理由付けしたかったんですよ。そしたら別に寄付をいくらするかって毎年悩むこともないし、シンプルに仕事頑張って寄付額増やそうぜなんで。だからアップルの一人一人が頑張ってことで、世界の恵まれない子供たちを一人でも多く救うことになるんだと。そういうふうにやっぱり自分も思ってますし、社内でも言ってますし、そういう理由がありますよね。あと3つ目って、これは1件100円にした理由じゃないですけど、自分たちが日々汗水を垂らしながら一生懸命やってる仕事が、お客様はもちろんのこと、自分たち、周りの人、そして世の中の誰かのために繋がってるよと。こういうことをやっぱりちゃんとしたかった。だからね、僕らはただ荷物を運んでるだけじゃないよと。自分たちの仕事会社に誇りを持ってやってほしいよねと。そういう思いもあって始めた寄付額をこういう1件100円に設定したみたいな感じですよね。ありがとうございます。恵まれない子供たちっていうのは主にあれですか、発展途上の国にいろんな活動やってるんですけど、もともとはミャンマーで、それこそだから吉岡さんが30歳ぐらいの時かな、貯金を全部持って、単身行って、要は診療所のなんか借りてとか、本当に何もないところですよ。何もないって日本の何もないとまた違いますから、ミャンマーの何もないですからね。そうっすよね。無料で子供たちの手術とか医療を見てあげるってことで行ったわけですよ。一人ですよ。すごいですね。30歳時点で。そこから約30年ぐらい、ずっとそれをやり続けて今のこの大きさというか、カンボジアにもそうだし、日本国内でも様々な活動してますし、給料なしですよ。全部自分の貯金からやってるんですよ。すごいな。だからそういう話を聞いて、自分がもし仮に今30になったとして、貯金を全部持って、単身一人そのね、発展途上国飛んで、無償でそんなことできるかってやったら自信ないですよね。確かに。それ聞いただけでやっぱ勝てるわけないと思うし、吉岡さん以上に素晴らしいこと僕はできないと思うから、思ってしまったから、だとしたら自分ができることの中で最大限やれることやろうと。なるほど。思ったんですよね。だからちょうど今年半年後ぐらいかな、秋にはカンボジアにまた新しい病院が建つんですけど、それも全部寄付でね、賄って立ちますけど、去年もね、今まだ使ってるカンボジアの病院に僕も2、3日ぐらいだけですけど、ボランティアに行かせていただいて、見ましたけど、それでも昔に比べたら全然良くなった。昔のその動画とか写真見る感じ良くなった感じですけど、日本に比べたらやっぱりね、いろいろ大変ですよね。そうですよね。先ほどおっしゃってましたけど、日々朝に垂らしながら一生懸命やってる仕事が日本を飛び出して世界の恵まれてない子供たちにもなんか繋がってるよっていう意思表示じゃないんですけど。ですね。あとは日本人結構そうかもしれないですけど、うちの従業員もそうで、なかなか普通に働いて生きていたら、海外旅行すらもやっぱ行く人って限られますよね。僕は幸いにもいろんな機会をいただいてるので、海外にたくさん行きますけど、本当に世界観が変わるというか、本当に先ほど言ったように、やっぱ日本に生まれ育ってるだけで本当に恵まれてるなってやっぱ思うんですよね。でも知らないがゆえに、それをわからないとか、そもそもそんな情報ない人たちがいて、少しでもやっぱそういう風にきっかけになったら嬉しいなと思ってますし、会社の中だけでも将来的にはやっぱりある程度社員も研修的に含めてボランティアもカンボジアとかまで行かせたいなと思いますし、とにかく世界を見渡したら恵まれてる部類にいるこの日本人で、そしてそれをでもただ知らないだけの若い人に少しでもやっぱそういうことに興味を持ってもらったり、
ないものを嘆くんじゃなくて、あることを認識して感謝して、もっと恵まれてるから僕ら頑張ろうというふうにやっぱ単純に思ってもらいたいだけですよね。なるほど。ありがとうございます。今日話したことまとめですけど、はい。きっかけはジャパンハート創設者吉岡先生の話に感銘を受けたと。なぜ1件100円なのかということは、主にお客様にも一人一人に自分も経営に参加していると感じてもらいたいその事実を作る。そして会社の成長と企業をリンクさせることで会社拡大する意義を持ったと。そういうことですね。アップルの仕事はただ荷物を運ぶだけでなく社会貢献につながっているっていうこと。そして今後もですね、現地に行ってボランティアとか、社員に機会提供して、一人でも多くやっぱ世界を知るきっかけっていうのを、作りながら、こういう思いに賛同できる人材も作っていきたいなと思っております。はい、ありがとうございます。皆様からいただくいいねやコメントはいつも見ていて励みになります。この動画が気に入った方は、ぜひいいねやコメントをお願いいたします。